もしあなたが今年、三菱 UFJ 銀行や三井住友銀行の利上げニュースを見て、うちの住宅ローンは5年ルールがあるから、当分は返済額が変わらないと安心しているなら、今すぐその認識を改めてください。毎月の引き落とし額が1円も変わっていないという、その安心感こそが、あなたが気づかないうちに借金地獄へと足を踏み入れる最大のトラップなのです。あなたは最近、メガバンクの利上げのニュースを見ても、自分にはまだ関係がないと、完全に油断していませんか？ 5 年ルールがあるから、向こう5年間は家計への影響はゼロだ。そう確信して、生還を決め込んでいるかもしれません。しかしある日、ふと気になって、銀行のマイページを開き、ローン残高の推移を確認した瞬間、あなたは自分の目を疑うことになります。そこに印字されているのは、毎月しっかり10万円を払っているのに、元本が数千円しか減っていない、あるいは1円も減っていないという残酷な事実です。さらに恐ろしいことに、未払い利息という見慣れない項目に、数十万円という巨大な数字が静かに積み上がっているかもしれません。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お話しするのは、株式投資の暴落よりもはるかに身近で逃げ場のない住宅ローンの残酷なメカニズムについてです。5年ルールがあるから安心だ。125% ルールがあるから急に返済は増えないという銀行に対する根拠のない信頼。そして毎月の支出が変わらないなら問題ないというあまりに危険な家計管理の錯覚。この2つの勘違いを放置していると、あなたは銀行の引いたレールの上でひたすら利息を払い続けるだけの都合の良い顧客へと転落してしまいます。銀行はあなたを幸せにするための慈善事業ではありません。彼らは貸し出したお金から確実に利益を絞り取る営利企業なのです。今日は一般にはあまり知られていない金利上昇と5年ルールの本当の恐ろしさと、あなたの大切なマイホームと老後資金を守り抜くための最強の防衛術をどこよりも深くお伝えします。さらに動画の最後には、あなたの資産を今日から守り抜くための防衛チェックリストを用意しました。一文字も逃さず心に刻んでください。それでは本日の航海へ出航します。なぜ毎月遅れずにローンを払っている投資家が元本が一切減らなくなるという異常事態に追い込まれるのでしょうか。その正体は、返済額が変わらないという5年ルールの優しい顔をした元利均等返済の巧妙なシステムです。多くの人が信じている5年間は返済額が変わらないという安全神話。確かにあなたの銀行口座から引き落とされる金額は5年間固定されます。しかし金利が上昇した瞬間に、その一定の返済額の中で利息の割合だけが静かに膨張していくのです。想像してみてください。これまでは毎月10万円を返済すれば元本が7万円、利息が3万円という当たり前の日々を送っていたはずです。しかし金利上昇幅によっては、その内訳が元本1万円、利息9万円へと内部で大きく書き換えられてしまう可能性があるのです。あなたの毎月の支払い額は10万円のままです。だから多くの人は何も起きていないと勘違いします。しかしあなたの借金を減らすための元本返済分は、利息という名の巨大な津波に飲み込まれ消滅してしまっているのです。これは表向きは家計を守るための方策ですが、その実態はあなたが気づかないうちに老後資金を音もなく吸い上げる恐ろしい装置なのです。そしてさらに金利が上がり、毎月の利息そのものが10万円を超えてしまったら、
どうなるでしょうか。それが未払い利息という名のバグです。払いきれなかった利息は免除されるわけではありません。銀行へのツケとして見えないところで借金として雪だるま式に増えていきます。毎月汗水垂らして10万円を払っているのに、あなたの借金は1円も減るどころか逆に増え続けていく。これが利上げ局面における5年ルールの真の恐怖なのです。この利息回収の真の恐怖は、血の通った人間ではなく、コンピューターが契約通りに機械的に借金を膨張させていくことにあります。そして私たちは毎月の引き落としが滞りなく済んでいるから大丈夫だという思考停止に陥ってしまいます。でもよく考えてみてください。スーパーでの数十円の値上がりには敏感に反応するのに、なぜ数百万円単位で膨れ上がるローンの利息には無関心でいられるのでしょうか。それは預金通帳の残高がいつも通りに減っているだけだからです。派手な警告音は鳴りません。この静かなる借金の増殖こそがあなたの老後を根底から破壊する真の天敵なのです。では5年が経過してついに返済額が見直されるとき、どのような審判が下されるのでしょうか。ここで発動するのが 125% ルールです。新しい返済額はこれまでの 1.25 倍までしか上げられないという、一見すると借り手を守るルールです。毎月10万円の人はどんなに金利が上がっても12万5千円にしか増えません。しかしここにも残酷な嘘が隠されています。返済額の上限が抑えられるということは、それだけ元本の減りがさらに遅くなるということです。未払い利息が積み上がったまま毎月の返済額も抑えられ、ずるずると時間だけが過ぎていく。そして定年退職を迎え、最後の返済月がやってきた時、あなたの目の前に現実が突きつけられます。ルールで抑え込まれていた膨大な未払い利息と減りきらなかった元本の残債が最終月に最終一括返済としてまとめて請求されるのです。その額は数百万円規模に膨らむ可能性があります。老後のためにコツコツ貯めた退職金がその最終月の1回の引き落としで跡形もなく消え去ります。払えなければ最悪の場合、老後を過ごすはずだった家を手放すことになります。これは決して煽りでも作り話でもありません。金利上昇局面において変動金利のメカニズムを直視しなかった人が陥る極めて現実的な末路なのです。計算ミスではありません。契約に基づいた極めて事務的な処理です。あなたがどれだけ家族のために日々の食費を切り詰めてきたとしても、銀行は契約書に書かれた金利と残高に基づいてただ機械的に利息を計算し続けるだけです。金利が上がれば容赦なく利息の割合を増やす。この冷酷な複利の計算式によってあなたの血の滲むような節約は一瞬で飲み込まれてしまうのです。では私たちはただ黙って銀行の言いなりになるしかないのでしょうか。決してそんなことはありません。住宅ローンの複雑な仕組みを解き明かせば必ず反撃の糸口は見つかります。私たちが今すぐ持つべきは金利の動きを読み解く知性の盾です。最強の資産防衛、その一歩目は元本残高という現実を直視することです。毎月の引き落とし額だけを見て安心している場合ではありません。今すぐ銀行のマイページにログインし、あなたの返済内訳がどう変化しているのか、元本が何%減っているのかを確認するのです。手元に残る老後資金を1円でも多く守り抜くための終わりのない知的な防衛戦なのです。誰かの聞きかじりの知識ではなく、自分の家族を守り抜くための武器を強固の場で
確実に手に入れてください。さて、ここまで制度の冷酷さと防衛の絶対的な必要性をお伝えしてきました。ここからは今日の航海の最も重要な到達点、あなたの家と老後資金を死守するための最強要点チェックリストをお伝えします。一つ目、毎月の返済額ではなく元本取利の比率を把握してください。10万円払っていても元本が1万円しか減っていないなら、それは実質的に高い家賃を払って賃貸に住んでいるのと変わりません。マイホームという名の資産形成を止めてはいけません。2つ目、金利上昇のストレステストを自ら行ってください。もし金利が 1% あるいは 2% 上がった場合、あなたの未払い利息はいくらになるのか、無料のシミュレーションツールを使い倒し、最悪のシナリオを今すぐ可視化してください。3つ目、繰り上げ返済を戦略的に使うことです。未払い利息を防ぐ唯一にして最強の方法は、元本そのものを小さくすることです。手元資金に一定の余裕があるなら、銀行に利息を献上する前に元本を削り落としてください。4つ目、固定金利への借り換えをタブー視しないことです。今後のさらなる金利上昇に不安を感じるなら、残りの期間を固定金利で確定させることは立派な防衛の選択肢です。手数料を含めたトータルコストで冷静に比較してください。5つ目、銀行という巨大なシステムを常に疑う感性を持つことです。5年ルールがあるから大丈夫だというその思考停止こそがあなたの人生で最も高くつくコストになるのです。住宅ローンの真の目的は完済することではありません。あなたとあなたの大切な家族がどんな不条理な経済の変化の前でも笑ってその家で暮らし続ける選択肢を持ち続けることです。銀行の用意したレールから降りて本物の資産防衛の舵を自分自身で切り直しましょう。自らの知性という羅針盤を頼りに進むのです。今日この動画を見て自分のローンも危ないと気づいた方、ぜひコメント欄であなたの決意を聞かせてください。銀行の言いなりにはならない。自分の城は自分の知性で守り抜く。その強い一言があなたの新しい航海の号砲になります。チャンネル登録と高評価でこの船に乗り込んでください。私と一緒に残酷なルールの裏をかき、真の自由への航路を突き進んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。